こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるーく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が、無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。今日は、勝ってないけど負けてもいませんというテーマでお話ししていきます。僕はいわゆる人生の勝ち組ではありません。誰もが知っているような大企業に勤めているわけではありません。高い年収があるわけでもありません。広い家に住んでいるわけでも、高級な車に乗っているわけでもありません。毎月の生活費は僕一人当たりおよそ11万円です。仕事も毎日朝から晩まで働いて大きな成果を出し続けているわけではありません。基本的には午前中に少し働いて、午後はゆっくり過ごしています。世間一般の基準で見ると、僕の暮らしはかなり地味です。大きく勝っているようには多分見えないと思います。でも、だからといって、僕は自分の人生を負けだとは思っていません。今月の生活費を払える。今日もコーヒーを飲める。静かな部屋で本を読める。パートナーと他愛のない話をしながらご飯を食べられる。疲れた日は少し休める。そして明日も同じような暮らしを続けられる。それなら少なくとも僕は負けてはいないと思っています。世の中には人生の勝ち負けを測るための分かりやすい数字がたくさんあります。年収、貯金額、住んでいる家の広さ、車の値段、会社での役職、何歳までに何を達成したのか。数字は他人と比較しやすいです。年収300万円より年収500万円の方が高い。フォロワー1000人より1万人の方が多い。小さな家より大きな家の方が立派に見える。だから数字の大きい人を見ると、なんとなくその人が人生に勝っているように感じます。そして自分の数字が小さいと、なんとなく負けているような気持ちになります。僕も以前はそうでした。もっと稼がなければいけない。もっと働かなければいけない。もっと立派な何かにならなければいけない。今のままでは足りない。このままでは人生に置いていかれる。そんな焦りをずっと感じていました。でも、そもそも人生は誰と戦っているのでしょうか。僕より年収が高い人に僕が負けたところで、その人から何かを取り上げられるわけではありません。大きな家に住んでいる人がいても、僕の家が急に狭くなるわけではありません。誰かが海外旅行へ行っていても、僕の休日から散歩や読書の楽しさが消えるわけではありません。他人が大きく勝っているように見えても、僕の暮らしとは本来あまり関係がありません。それなのに、他人の数字を見ながら自分の人生に勝手に不合格を出していました。ミニマリストになって僕が減らしたのは、物だけではありません。自分とは関係のない試合に勝手に参加することも減らしました。年収を競う試合、肩書きを競う試合、持ち物を競う試合、忙しさを競う試合、誰が一番充実しているように見えるかを競う試合。僕はその試合で優勝できるとは思いません。そもそも優勝したいとも思わなくなりました。競争から降りるというと、負けを認めることのように聞こえるかもしれません。戦う前から諦めた。努力することから逃げた。成長することをやめた。そんな風に見えるかもしれません。でも僕は競争から降りることと人生を諦めることは全く違うと思っています。むしろ勝てない試合に全ての時間と体力を使わないことで自分の人生を守れるようになりました。僕は人生そのものを諦めたわけではありません。自分には必要のなかった勝負をいくつかやめただけです。僕が大切にしたいのは誰かより上に行くことではありません。今日の暮らしを無理なく明日へつなぐことです。毎日最高の一日にする必要はありません。大きな結果が出ない日もあります。仕事が進まない日もあります。なんとなく気分が落ち込んで何もしたくない日もあります。そんな日に
無理やり自分を奮い立たせて誰かに勝とうとしなくてもいいと思っています。ご飯を食べた。お風呂に入った。一日を無事に終えた。それだけの日があってもいい。大きく前進していなくても完全に止まっているわけではありません。暮らしを今日から明日へ運べたなら、それも一つの前進です。人生は毎日勝ち続けなければ失格になるゲームではありません。僕はむしろ人生は自分を壊さずに続けるゲームに近いと思っています。一日だけ全力で走ることよりも無理のない速度で長く続けられること、一度も失敗しないことよりも失敗しても戻ってこられること、誰かより多く持つことよりも自分に必要なものが分かっていること、その方が僕にとっては大切でした。例えば、僕は生活費を月11万円ほどに抑えています。これは節約大会で優勝したいからではありません。誰よりも少ないお金で暮らして自慢したいわけでもありません。毎月必要なお金を小さくしておけば、調子が悪い月にも暮らしを守りやすいからです。収入が少し下がってもすぐに全てを失わない。仕事ができない日があっても焦らずに休める。一つの挑戦に失敗しても小さな仕事からやり直せる。つまり僕は大きく勝つためではなく、簡単に負けないために小さく暮らしています。この違いは僕にとってかなり大きいです。大きく勝とうとすると大きなものが必要になります。大きな収入、大きな挑戦、大きな責任、大きなリスク。もちろんそれを楽しめる人もいます。大きな目標に向かって努力することで人生が充実する人もいます。それはとても素敵な生き方だと思います。ただ、僕にはその戦い方が合いませんでした。大きく勝とうとするほど負けることが怖くなりました。結果を出さなければいけない。収入を落としてはいけない。休んではいけない。周りから遅れてはいけない。勝つことを目指しているはずなのに、いつの間にか負けることへの恐怖に追い立てられていました。だから僕は勝つことよりも平和に続けることを選びました。毎月の生活費を払える。少しだけ貯金もできる。自分のペースで仕事ができる。好きな本を書ける。ラジオで自分の考えを話せる。午後には何もしない時間が残っている。僕にとってはそれで十分です。もしかすると世間から見れば向上心が足りないように見えるかもしれません。もっと稼げるのに、もっと働けるのに、もっと有名になれるかもしれないのに、そう言われることもあると思います。でも、可能性があるからといって、すべての可能性を追いかける必要はありません。高く飛べるかもしれないからといって、ずっと空を目指さなくてもいい。地面の近くを低くゆっくり飛ぶことを選んでもいいと思います。低空飛行は墜落ではありません。高度は低くてもちゃんと前へ進んでいます。景色もよく見えます。疲れたらすぐに着陸できます。そしてまた飛べそうな日に少しだけ飛べばいい。僕の今の暮らしはそんな低空飛行に近いです。誰よりも早く進んではいません。遠くへ行ける保証もありません。でも自分を壊さずに飛び続けられています。それなら十分だと思っています。僕たちは勝っている人の生活を外側から見ることはできます。でもその人がどれくらい疲れているのか、何を失いながらその数字を手に入れたのか、本当に今の生活を望んでいるのか、そこまではわかりません。反対に他人から見て地味な生活でも本人が穏やかに満たされていることもあります。だから見える数字だけで誰が勝っていて誰が負けているのかを決めることはできません。本当の勝ち負けは外からは見えないのだと思います。そもそも勝ち負けを決めなくてもいいのかもしれません。僕は今自分の人生に対して勝っていると強く言いたいわけではありません。人生を攻略したとも思っていません。不安になる日もあります。収入が落ちれば焦ります。人と比べて落ち込むこともあります。何をしているのだろうとわからなくなる日もあります。それでも朝起きてコーヒーを飲んで少し仕事をしてご飯を食べて眠る場所があります。自分の言葉で
本を書いたり、ラジオを作ったりできます。大切な人と小さな暮らしを続けられています。何もかも手に入れたわけではありません。でも、守りたかったものは少しずつ守れるようになりました。だから僕は、勝ってはいないけれど、負けてもいない。そんな場所にいるのだと思います。そして最近は、その中間地点がとても居心地のいい場所に感じます。勝つために走り続けなくてもいい。負けたと思って人生を投げ出さなくてもいい。今日は何も成し遂げられなかったとしても、明日また起きればいい。収入が高くなくても、自分の暮らしが成立していればいい。立派な肩書きがなくても、自分のやることを持っていればいい。誰かから羨ましがられなくても、自分が今の生活を嫌いでなければいい。人生は勝つか負けるかの二択ではありません。静かに続ける。少し休む。また戻る。自分なりの速度で進む。そんな生き方もあります。僕はこれからも大きく勝つことより簡単には負けない暮らしを作っていきたいと思っています。物を増やしすぎない。生活費を上げすぎない。仕事を抱えすぎない。誰かの期待を背負いすぎない。自分にとって必要なものを守りながら小さく暮らしていく派手な人生ではありません。でも僕はこの地味な暮らしを結構気に入っています。最後に今日の話を一言でまとめるなら、人生は誰かに勝たなくても自分の暮らしを守れているならまだ負けてはいません。僕は今大きく勝ってはいません。でも今日も穏やかに暮らせています。だから負けてもいません。そんな曖昧で静かな場所からこれからも自分の人生を続けていこうと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。もしこんな暮らし方や考え方に共感していただけたら概要欄も覗いてみてください。Kindle では40冊以上の本を書いています。ラジオでは話しきれなかったことを文字で読むラジオとして残しています。また、田中クラブという小さなコミュニティも始めました。小さな暮らしの話、人生戦略について、一人ビジネスについてなど何でも話せます。興味のある方は概要欄でご案内しています。それではまた次のラジオでお会いしましょう。ミニマリスト田中でした。バイバイ。